今日はティラミスコーヒーゼリーを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はティラミスコーヒーゼリーを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、コーヒーゼリーとティラミスを掛け合わせたとても美味しいひんやりスイーツを作っていきたいと思います。このスイーツなんですけれども、容器に入れて作るんですが、下はコーヒーゼリー、上はティラミスにしていきたいと思います。材料は手軽で、作り方も冷やすだけなのでとても簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。クリームチーズ、生クリーム、蜂蜜、お砂糖、インスタントコーヒー、お湯、牛乳、粉ゼラチン、お水、ココアパウダーということで、今回はこちらの材料で作っていきます。通常ティラミスを作るときはマスカルポーネチーズなどを使って作るんですが、今回はクリームチーズで手軽に作っていきたいと思います。で、クリームチーズを使うとちょっとあっさりとしてしまいますので、コクを出すために蜂蜜を加えます。で、もしね、蜂蜜がダメな場合とか、ちょっと蜂蜜が苦手な場合は、こちらはお砂糖で代用していただいて OK です。その場合の甘さに関しましては、お好みで調整してみてください。そしてあとティラミスには通常フィンガービスケットというものも入れるんですけれども、今回は下にねコーヒーゼリーを入れるので加えないんですけれども、もしね何かそういう食感が欲しい場合は中にねスポンジケーキなどを入れていただいてもいいかなと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずはじめにコーヒーゼリーから作っていきたいと思います。で、コーヒーゼリーはですね、一番はじめにこちらの粉ゼラチンを水でふやかしておいてください。器に粉ゼラチン、そしてお水を加えます。で、これを軽く混ぜましょう。はい、OK です。少しね、とろみがつくぐらいまで混ぜてください。ゼラチンは使うまでこのまま置いておきます。それでは続いてこちらのインスタントコーヒーを溶かします。今回はね、タッパーの中で作ってそのまま固めていきたいと思います。こちらはボウルとか、あとはバットを使っていただいても OK です。ではここにインスタントコーヒーを入れます。そしてお湯を入れます。そしてよく混ぜましょう。インスタントコーヒーがきちんと溶ければ OK です。それではここにふやかしておいたゼラチンを入れます。これをね、このままこの中に入れます。そしてゼラチンを溶かしましょう。で、ゼラチンは必ずふやかしてから加えるようにしてください。パウダー状のまま入れてしまうと粒々が残ってしまいますので注意してください。で、こうやってねふやかしていただくとあっという間にね綺麗に溶け込みます。はい、 OK です。こうやってね一度スプーンなどですくっていただいて、ゼラチンの粒などが残っていないかチェックしていただくといいかなと思います。それではですね、一旦しっかり粗熱を取って、その後冷蔵庫で冷やし固めてください。それでは続いてティラミス生地を作っていきます。まずボウルにクリームチーズを入れましょう。こちらのクリームチーズを今から練るんですけれども、今冷蔵庫からすぐ出して硬い状態なので、こちらを一度電子レンジ 600W で20秒加熱して柔らかくします。もしねクリームチーズを常温に戻しておいて柔らかい状態の場合は、こちらの工程は省いていただいて OK です。それでは温めます。はい、温めました。それではこちらをねゴムベラで練っていきます。柔らかいねクリーム状になるまでしっかりと練ってください。で、この時にまだ少し硬い場合はプラス10秒加熱してみてください。はい、これで OK です。このぐらい柔らかいクリーム状になるまで練り混ぜてください。それでは続いてここにお砂糖と、あとは蜂蜜を加えます。そしてまずこちらをゴムベラで混ぜましょう。はい、でこのようにねある程度混ぜたら、今度は泡立て器に持ち替えてすり混ぜていきます。はい、 OK です。お砂糖のねシャリッという感じがなくなるまでしっかりと混ぜてください。そうするとねとても滑らかになってきます。そしたらね一度こちらは置いておきます。それでは続いて生クリームを泡立てていきます。まずね氷水を用意して、その上にボウルを置いてください。で、ここに生クリームを入れます。で、生クリームはですねボウルに当てながら泡立ててください。だいたい6分立てから7分立てぐらいまでですね、柔らかい角が立つぐらいまで泡立てていきます。
はい、OK です。柔らかい角がね、ピュンと立つぐらいですね。このぐらいになれば OK です。それではこちらの2つの生地を合わせていきます。まずね、こちらクリームチーズ生地の方に生クリームを1すくい入れます。そしてふんわり混ぜていきます。一度に入れると混ざりにくいので、少しずつね、なじませていきましょう。はい、こんな感じです。このように馴染んだらまた1すくい入れます。そしてまた混ぜましょう。そして最後全部加えます。でまたふわっと混ぜます。はい、混ざりました。このようにふわっと綺麗に混ざれば OK です。でこのタイミングで一度味見をしていただいて、甘さはここで調整してみてください。もしね甘さが足りない場合は蜂蜜を加えるか、またはお砂糖を加えて調整していただけたらと思います。そしたらティラミス生地は絞り袋の中に入れます。少し縦長の容器にこのように絞り袋をセットしてください。そしてこの中に入れます。はい、ティラミス生地の準備はこれで OK です。でこちらはですね、使うまで一度冷蔵庫で冷やしておきましょう。はい、コーヒーゼリーが固まりました。それではフォークを使ってクラッシュ状にしていきます。はい、こんな感じで OK です。それでは仕上げていきます。まず容器にクラッシュしたコーヒーゼリーを入れます。はい、こんな感じです。だいたい容器の半分よりもちょい下ぐらいまで入れてください。そしてここに牛乳を入れます。だいたいね小さじ1杯ぐらいで OK です。そしてティラミス生地を絞り入れます。そしてナイフなどを使って表面を整えます。はい、これで OK です。このように器に盛ってください。では残りも同じように器に盛ります。はい、容器に入れ終わりました。で今回の分量でいくと 180ml の容器で3つ分になります。こちらはね目安にしていただけたらと思います。それでは最後上にココアパウダーをまぶします。はい、これで完成です。はい、これでティラミスコーヒーゼリーの完成です。こんな感じに仕上がりました。下がコーヒーゼリーで、そして上がティラミスになります。こんな感じで2層で美味しそうに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。じゃあね、まず上のティラミスだけいただきます。いただきます。ふわふわ濃厚です。美味しい。じゃあコーヒーゼリーと合わせていただきます。ではいただきます。すっごく美味しいです。上のティラミスはとても濃厚で、下のコーヒーゼリーがすごくさっぱりしてるので、味のバランスがすごくいいですね。今回ねコーヒーゼリーにお砂糖入れてないんですけど、このティラミスに甘さがあるのでちょうどいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のティラミスコーヒーゼリーのポイントです。まずティラミスについてのポイントです。ティラミスはね通常マスカルポーネチーズとか使うんですけれども、今回はクリームチーズで手軽に作れるレシピをご紹介しました。ポイントとしてはですね、甘さに蜂蜜を加えました。クリームチーズはですねちょっとさっぱりとしているので、この蜂蜜を加えることでコクがアップして濃厚な仕上がりになります。そしてコーヒーゼリーを作る時のポイントです。今回ねコーヒーゼリーはブラックの状態で作ったんですけれども、こちらお好みでねちょっとお砂糖を入れていただいても大丈夫です。ただね上のティラミスも甘いので全体的に味のバランスがちょうど良くなると思います。こちらはねお好みで変えてみてください。でこのコーヒーゼリーを作る時の注意点としては、ゼラチンをね必ずふやかしてからその後コーヒーで溶かすようにしてください。そうすることで綺麗に溶かすことができます。これをねパウダー状のまま入れてしまうとゼラチンの粒々が残ってしまいますので、パウダーごと入れないようにだけ注意してください。あとは冷やし固めてその後器に入れるだけなのでとても簡単です。で今回私はですね 180ml のカップで3つ分になりました。こちらは容器の大きさとか、あとは形によっても変わってくると思いますので、目安にしていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はティラミスコーヒーゼリーを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
バイバイ。